こんにちは。埼玉の片隅から釣り人の片隅さんです。すでに釣りを始めています。何かかかってますね。これは何でしょうか。抜き上げて追い川が釣れました。今回は2023年夏の東松山市土岐川での釣りの様子を復刻動画にして公開します。朝晩はだいぶ涼しくなりましたけれども、まだまだ暑い日が続きますね。この日の餌は練り餌とサシを持参してましたね。今すでに1匹釣れまして2匹目を狙ってます。またかかりましたね。なかなか元気がいい魚。これは何でしょう。これも追い川。清流を代表する魚と言ってもいいかもしれませんね。この釣り場のすぐ上流に橋がかかる稲荷橋、その向こう側にかかっているのが水道管の橋ですね。いわゆる水管橋なんて言い方をします。そのすぐ下流で釣りをしていて、さらに下流側へ目を向けますとだんだん浅瀬になっている。その浅瀬もかなり緩やかな瀬。早瀬だったら毛針を振ろうかと思ってたんですけれども、それでこの場所に陣取りました。川の中央がやや深めになっている。この時は左側、下流側から風が吹いて、上流側からは緩い流れというような感じですね。いつも使っている唐辛子浮き。この浮きが自分は結構使いやすいですね。またかかりました。ちょっとこちら側からはあまりよく見えないんですけど、この深場のあたり結構魚が集まっているようでした。さあこれも抜き上げて、なかなか丸々とした感じの追い川です。ということでこの辺りからですね、ちょっと釣りとは関係ない話をしたいと思うんですけれども、ここはかなり水がきれいで、いわゆる清流という感じ、そして河原も広く、川遊びをするのにとても良さそうな、そんなムードの河原でしたね。で、実際この上流側の堰のところで中学生らしき子供たちが数人この時は泳いでいました。また下流側では車を止めて、そのすぐ脇にテントを張って、キャンプでしょうかね、そんなような感じで楽しんでいる方もいらっしゃいましたね。で、そういう状況なんですけれども、おそらく昔に比べたらかなり水量が少なくなっているんじゃないかなと思わせることが見て取れましたので、そのことについてちょっと話したいんですね。この辺りの川のですね、石、こうやって見ると少し川底が見えるんですけど、石の隙間に砂、細かい砂利などがですね、堆積しちゃってるんですよ。いわゆる沈み石現象。清流なのでカワムシなんかがいて餌にできるかなという期待もあったんですけれども、
ちょっとそれは難しい。つまり川虫などはですね、石の下の隙間に身を潜めているんですね。だけれどもこのように石の隙間に砂や泥ですとかそういったものが溜まってしまうと、その隙間を住処にすることができないんですよ。で水生昆虫が減ってしまう。例えばオイカワなどこの辺には結構いましたけれども、オイカワなどの産卵もですね、このような状況だとちょっと難しい。だからもうちょっと石が露出しているようなですね、そういったところで産卵しているのかなという感じでした。これはよく言われることなんですけれども、やはり山林ですね。昔は雑木林で広葉樹が植わっていた。そして雨が降った後、その広葉樹の堆積した葉っぱですね、腐葉土に水が溜まって徐々に川に流れ出ていたと、そんなようなことだったのですが、ある時期から杉やヒノキ、針葉樹系統、これが植え替えられるようになりまして、そうすると土壌の保水力が減ってしまうということなんですね。なので昔は大雨が降っても土壌が水を蓄えるので、ゆっくりゆっくり川に流れていた。だから川はいつも豊かな流れを有していた。ところが針葉樹主体の葉っぱになってしまうと、地盤がそれを水を蓄えることがですね、ちょっと難しくなってくると。そうすると大雨が降ると一気にその水が流れ出てしまう。土砂も流れ出てしまう。それで雨が止むとすぐにまた水が引いてしまう。豊かな流れがあれば土砂をずっと下流の方まで押し流していくことができるわけです。ですが一時的に増水ということになりますとですね、溜まりやすいところにどんどん溜まってしまって、それ以上下流側にはなかなか流れていかないというような、そういう現象が起こる。それで結局沈み石というようなことになってですね、本来は上流域に住むような魚たち、石の間を住処にしているような魚たちですとか、先ほど申し上げました水生昆虫ですとか、そういったものが住みづらくなるということなんですね。だから昔は多分この辺りウグイだとか、アブラハヤだとか、そういった魚もいたんじゃないかなと思うんですけれども、この日釣れたのはオイカワだけでしたね。あとはこのすぐ上流側に堰があるということも関係しているかもしれませんね。堰があるということは水の流れをそこである程度遮断すると。なのでその下流側、特にこの辺はちょっと深場になっているので水の流れが緩やかになりがち、そこに砂が溜まりやすいと。そんなこんなで今日の釣果はオイカワだけでしたが、このように夕方から釣れました。この時は川ムツとか沼ムツなどは釣れませんでしたね。とても水はきれいで、楽しめる場所だったんじゃないかなとは思うんですけれども、一皮むくとそのようなですね、清流の影のようなものが感じられて、ちょっと残念だった部分も実はありますね。ともあれ楽しい釣りができたので OK でしょう。リリースタイムです。この辺砂が溜まってるのが分かりますね。ということでご視聴いただきましてありがとうございます。
チャンネル登録、高評価、どうぞよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。